皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、皆さんも大好きなセラミドについてちょっとねびっくりな発見があったので、そのことをシェアしていきたいと思います。最近乾燥が気になるなとか、皮脂も出るんだけれどもやっぱり乾燥が気になるよっていう方はですね、肌の中のセラミドが足りてないのかもしれないので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんね、セラミドといえばもうね、乾燥対策っていうイメージで、やっぱり乾燥肌の人もしっかりね取り入れていきましょうっていうようなイメージでわかると思うんですけど、そもそもセラミドってなんだかわかりますか？肌の中で、作られる、潤い成分の一つなんですね。肌の角層の、間をですね埋めていくようなものになっています。このセラミドがしっかりあることによって、角層と角層がしっかりとねくっつくようになりますから、外的刺激が入ったりとか内側の水分が出ていかないようになってるっていう感じですね。セラミドっていうとちょっと化学の話になるんですが、骨格といって、化学式でいうと脂肪酸っていうものと塩基っていうものがくっついているんですね。この中で脂肪酸が4種類、そして塩基が5タイプあるので、ざっくり言うと20種類ぐらいのタイプに分かれます。それをまた細かく分類すると1000種類ぐらいのセラミドっていうのが今の現在発見されています。実はセラミドっていうのはもう1000種類ぐらいあるよっていうことを頭に入れておいてください。それが人の体の中にもあるセラミドのことで、人型のセラミドっていうものなんですが、人型のセラミド以外にも植物から抽出されているセラミドで、私たちの体のセラミドと一緒ではないんですけど似ているっていうことで植物セラミドっていうものだったりとか、花王さんがね開発している疑似セラミド、人型のセラミドに似せて作った疑似セラミドっていうものが大きく分けて3つあるんですよ。当たり前ですけど、人型セラミドっていうものが人のね体の中にあるセラミドに似ているものというか同じものなので、それが一番いいよねっていうふうに言われていたんですけれども、1000種類ぐらいもある人型のセラミドの中でどういったものが肌の潤いに関わってきているのかっていうのは意外と知られてなかったのかなというふうに思います。さっき言ったように人の肌に存在するセラミドってもう1000種類ぐらいあるって言ったんですが、その中でもやっぱり多いのは骨格っていうのがあるんですが、それが長い超長さ型のセラミドっていうものが多いらしいんですね。ただ私たちが化粧品に入れようと思って作る合成の人型セラミドっていうのは長さ型っていうものは作れないんですよ。短い短さ型っていうセラミドは作れるんですけども、長さ型だったり超長さ型っていうのはなかなか作れない。体の中っていうのは超長さ型っていうものがいくつも数種類あって、それで肌っていうのは潤いを保っていたりとかバリア機能を保っているんですね。なので実はセラミドを補おうとしても、人型のセラミドで1種類だけだともしかしたら自分が足りないセラミドにそれがマッチしているかどうかっていうのは意外とわからない。人型セラミドで本当に保湿力が高いと思っているものを使っていてもなかなか保湿力があまり改善されないなとか、疑似性のセラミドをしっかりねいっぱい入れてる方がいいとか、いろいろあるんですよ。私はセラミドっていうものは何種類もね今までね使った方がいいんじゃないですかみたいなお話だったんですが、最近超長さ型の人型のセラミドっていうのが作れるようになったんですね。これはすごいなと思ったんですが、何から作られてると思います？和栗から作られるんですよ。今まで植物セラミドっていうのは似てはいるけど同じじゃないから、疑似セラミドだったりとか人型よりはちょっとワンランク落ちるっていうイメージだったんですけれども、実は和栗から生成される植物型の人型セラミドっていうのがさっき話した超長さ型で、プラスアルファこの超長さ型がいろんな多様性を持っているらしいんですね。肌本来にあるセラミドとより似ているっていうところが分かったんですよ。例えばアトピー性皮膚炎の人って超長さ型が少なくて短さ型のセラミドだったりとかが多くなっているとかっていうのも言われているので、超長さ型のセラミドがしっかりと肌に補給できるっていうのが肌のバリア機能を上げていく、乾燥感をなくしていくっていうところなんじゃないかなというふうに思います。なので和栗って聞くと植物イコールあんまり保湿力が高くないではなくって、植物なんだけれども人型であり、人型なんだけれども超長さ型っていうところがポイントなんじゃないかなというふうに思います。そのセラミドが入っているのがこちら。
Nオーガニックのモイストミルクミストって、これミスト化粧水なんですね。以前ミスト化粧水でもご紹介したんですが、もちろんその時にもこの超調査型の話はしてるんですが、よりセラミドっていうところにフォーカスしたのもしっかりとね皆さんに知っておいてほしいなと思ったので、ミストなんですけれども和栗のセラミドが入っているので潤いが持続するんですよね。通常のお顔を洗って一番最初にする導入の乳液みたいな感じでお顔洗ってすぐつけると、そこにやっぱりこの和栗のセラミドがいくのとセラミドとは離れるんですけれども、水と油って油の方が軽いじゃないですか。だから一緒に混ぜていくと油が上に行ってお水が下に行くんですよね。だから分離しちゃうじゃないですか。それを一緒にするために界面活性剤みたいなものを入れて一緒にするんですね。そうして、水と油を混ぜていくんですけども、これは水の中に油を入れるように重い油を入れてプラスアルファこの油をものすごくちっちゃくしているので、お水と油がそういう増粘剤とかいろんなもの使わなくても混ざるようにしているんですね。セラミドもやっぱり油に溶けやすいので和栗のセラミドもしっかりと入れつつ、お顔洗って一番最初に入れてもなんかベタつきもなく、例えば私みたいに皮脂は多いんだけれども内側が乾燥してるっていう人にも油分感は感じずセラミドの保湿感はしっかり入れられるっていうような感じで、すごくこれからの時期にぴったりなアイテムなんじゃないかなと思いますし、今までセラミドを使ってたんだけれどももう一歩保湿感足りないなっていう人はですね、超調査型の和栗の植物人型セラミドっていうのが配合されているこの N オーガニックのモイストミルクミストっていうのをチェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思いますし、さっき言ったみたいに洗顔後すぐっていうような使い方もですし、ちょっと乾いたなと思ったらこういう感じで入れても油分もあるんだけれども細かいのでお化粧崩れもないし、日中の乾燥感っていうのもちゃんとねこのセラミドを入れることによって潤いも保つことができるなと思うので、乾燥が気になる人も私みたいにちょっとテカるんだけれども、インナードライの人にもすごくぴったりなんじゃないかなというふうに思います。気になる方はね是非チェックしてみてください。はい、ということで今日はですねもうセラミドのなんか久しぶりの大発見みたいなことがあったので皆さんにねお話ししてみました。やっぱりねどんどんね技術って進んでいて、今まで常識だと思っていたことがまたどんどん変わってきて素晴らしいね成分が出てくるので、またそういったものが出てきたら皆さんにもシェアしていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。